これめちゃくちゃうまそうじゃない？やってしまった。買ってしまった。中華のセイラー、イエーイ。ニーハオ上海ジャッキーチェーン、どうも中国豚の角煮研究家の楊平です。私こう見えて職業豚の角煮をやらせていただいているので、肉まんのまんの中に角煮を入れたら美味しいんじゃないかということを気づきましてですね、本日は角煮まんを作っていきたいと思います。日本に住んでる皆さんだったら馴染み深いと思います。肉まん、そう肉まん、そう肉まん。あちら中国ではパオズって呼ぶらしいんですよ。さよなら天さんのチャオズじゃなくてパオズっていうらしいんですよね。包む子供と書いてパオズと呼ぶらしいんですよ。なので今回はパオズを作っていきたいと思います。前回豚の角煮まんを作ったんですけど、あの時は市販の生地を購入してそこに角煮を挟んだだけだったんですけど、あれも十分美味しかった。でも今回は生地を自分で作りたいと思います。で今回作りたいのは、中国ではグアバオというものがありまして、割るパオと書いてグアバオっていうらしいんですよ。貝殻のようにこういう感じで挟む生地、あれあるじゃないですか。あちらを作って豚の角煮を具材として中に入れた角煮パオズと角煮を丸ごと挟んだ角煮グアバオ、この2種類を使った面白いことをしていきたいと思いますので、一応ね、ここまで見てくれた皆さんだったらわかるかと思います。私は単一のものをたくさん食べるということが苦手でして、いろいろバリエーション、味に変化を加えたいということでパオズを4種類ご用意いたしますので、そこのところも楽しみながらご覧くださいませ。レッツクッキング試験。はい、それではこちらがまずはパオズ生地の材料紹介です。こちら中に強力粉 200g、薄力粉 100g が入っております。で、こちらが水 150ml、砂糖 20g、こちらは食用油 15ml、ベーキングパウダー、こちらがドライイーストでございます。で、今回分量としてはパオズの生地が8個できるほどの分量ですので、皆さん作りたい個数に応じて分量を変えてみてください。詳しい材料と分量については概要欄に記載してあるので、もしよろしければそちらをご確認ください。で、あと油に関しては食用の油であれば何でもいいです。香りをあまりつけたくないって人はサラダ油であったり、今回は米油を使ってあります。で、香りをつけたいって場合はごま油とかオリーブオイルを使うといいかと思います。パオズの具材に関しては正直お好みでいいんですけど、今回はこちらドン、パオズの中に入る具材紹介ですね。こちらまずタケノコ、椎茸、生姜、チャーシューですね。このチャーシューは一体何かと言いますと、豚の角煮でございます。煮豚ですね。こちらを具材のベースとして作っていきたいと思います。今回はいろんなバリエーションのパオズを作りたいということで、チーズが入っております。裂いておいたチーズですね。中国の風を吹かしたいということで、中華料理といえばウーシャンフェン、こちらを入れていきたいと思います。先ほどのチャーシューの煮汁でございます。ここまで見てくれた人の中にはこういう人いらっしゃるんじゃないでしょうか。おいおい傭兵、豚の角煮のパオズを作ると言ったが、あんた今から5時間かけて豚の角煮作るんかと。いいえ、違います。残念、もう作ってありますまずはパオズの生地から作っていきます。大きめのボウルに強力粉と薄力粉、こちら砂糖、菌の餌になってくれます。こちら電子レンジ 500W で40秒加熱したいい感じのぬるま湯にドライイーストを加えます。ドライイーストが溶けるまで混ぜます。なるべくこういう風なダマが消えるまで混ぜてあげましょう。なかなかダマが消えてくれないのでもう諦めます。先ほどのぬるま湯、こちらを粉類と混ぜる。で、彼らがいい感じにまとまるまで混ぜる。水たまりがなくなってきたと思ったら、ここで手の出番です。こねてあげます。生地が滑らかになるまでこねてあげるとふわふわ食感な生地が出来上がります。正直これ作るの初めてだからわからんけど、なかなか重労働だと思いますが、皆さん夏休みの宿題を後回しにして後悔した経験はございませんでしょうか。あの時の後悔を生地作りで味わわないように、今この瞬間を頑張ってあげてください。ちなみに私は夏休みの宿題をオールクリアしたことがありませんあれから5分ほどこねまくりました。その結果がこちらです。卒業を控えた同級生の中ぐらいまとまってますね。素晴らしい。これぐらいまとまってきてあげたら、こういう感じで丸めてあげましょう。だいたい今の大きさで言うと拳より少し大きいくらいだと思います。こちらを発酵させていきます。生地が乾燥しないようにラップをして1時間放置してあげましょう。皆さん、私は重大なことを忘れておりました。ベーキングパウダーと油を入れてね。1時間経つ前に気づいてマジでよかった
油、ベーキングパウダー。これが後の生地作りにどう影響するかは分かりませんが、まあ最終的に大丈夫であればそれはもう大丈夫です。道端で倒れてる人を人工呼吸するような行為は生地では行ってはいけません。それでは今度こそ生地の完成です。油を入れたことによって少し脳みそみたいな形になってきましたね。それでは今度こそちゃんといってらっしゃい。生地を発酵させてる間に角煮まんの具材を作っていきましょう。先ほどの具材たちを少し残しておいた煮汁も加えてあげてください。ここにウーシャンフェンを少々。これで一気に中華料理に近づきます。ニーハオ。彩りのために冷凍庫に眠っておいた刻みネギも入れてあげましょう。こちらを混ぜていきます。これでパオズの具材は完成です。あれれ、こんなところに豚の角煮があるけど冷蔵庫から出したばっかりで全然カッチコチじゃないか。そんな心配をする必要もありません。電子レンジでチンをして温めても十分美味しいのですが、ここで一手間湯煎袋で湯煎してあげることによって出来上がりと同じようなクオリティを復活させることができます。電子レンジでは温度上昇が急激になるため、こちらの赤身のお肉が水分抜けてパサパサになりやすいので、温度上昇が緩やかな湯煎をしてあげるとグッドです。このようなちょっとした丁寧さを心がけることによって、中国の卓球選手のテイ・ネイさんのような素晴らしさを得ることができます。それでは1時間経った生地がこちら。めちゃめちゃでかくなってる。ありがとうイースト菌。これをパオズ用に半分、グアバオ用に半分使っていきます。パオズ用に4等分、グアバオ用に5等分。まずはパオズを作っていきます。こちらが1個分、手のひらで伸ばしてあげて、なるべく底が厚くなるようにやってあげてください。外側は薄くても大丈夫。これでパオズ用の生地完成。ここに先ほどの具材を入れていく。まずはスタンダードプラン。普通に具材を入れる。もうちょい伸ばした方が良くないか？ちょっと破れるかな。そしたらこれをあとは包むだけです。ひだを作ってあげた方が綺麗になるって書いてあった。ひだできません。難しい。難しい。はい。まあ多分ダメです。これだ。もうちょい。いい感じ。すっごい。なんだかんだいい感じできました。やった。小籠包みたいになってる。ねじってあげましょう。でもなんかいい感じかも。よきよき。残り2つは肉の具材とこちらチーズを入れていきたいと思います。たっぷりと。でチーズがこぼれないようにね、中に押し込んでいく。これをあとは包む。もう力技です。いいこと思いついた。これをこうしてこうやれば綺麗になった。できました。中華まんみたいな綺麗さはないけど、まあよし。で続いてグアバオを作っていきたいと思います。グアバオもだいたいこのぐらいのサイズにして薄く丸く伸ばしていく。そしたらこういう形になるので、こちらにごま油を塗ってあげます。そしてこれをパタンと折りたたんであげましょう。こうやって油を塗ることで蒸し上がった時に接地面がくっつくのを防ぎます。はい、これで角煮を挟むグアバオ生地完成です。あとはこちらを蒸し上げていくだけです。で今回使う蒸し器はこちら。本日のメインイベントの中華せいろ。この専用の蒸し器がない時は深めの鍋にこういうお椀を入れてあげて水を入れる。そこに平たい器を乗っける。これで簡易的な蒸し器は完成です。くっつき防止のクッキングシートを敷いてあげて、左の鍋にグアバオ、右にパオズ。そこで2つとも着火。沸騰するまで強火。彼がね、確実に失敗する予感しかさせないのね。沸騰してきたら中火に戻して蓋をして10分タイマー。待ってる間に角煮を湯煎してあげる。沸騰したら火止めていい。余熱で温まるのを待ちます。そしたら10分経ったら火止めて5分間そのまま蒸らす。でその間にね、湯煎の角煮どうなってんのっていうのを検証していきたいと思います。いきます。わあ、このようにプルプルですよ。なので作り置きした角煮を温めるときは湯煎袋で湯煎してみてね。これなんてもうやばいでしょ。はい、それでは10分間加熱して5分間蒸らしておいた肉まんがこちらでございます。まずはグアバオから。いいんじゃない？わりかしいい。すっごい弾力。熱っ。こちら問題児がたくさんいらっしゃいます。パオズの方ですね。
かもしれないもうこれね、崩れそうだったんで途中ひっくり返しました。ではまずは角煮まんを完成させていきたいと思います。熱っめちゃくちゃ熱かった。油塗ってあるからほらくっつかずに済みますね。まずはグアバオを割ってパカッと広げてあげます。ここにレタスを入れてあげましょう。角煮を乗せるといいおお、これめちゃくちゃうまそうじゃない？やばくないですか食べていきまーす。よし、ということで皆さんお待たせいたしました。じゃーん、出来上がりました。こちらがグアバオで包んだ角煮、名前を角煮まんと言います。でこちら中に入っているのがパオズです。はいパオズで、あと秘宝です。焦がしましたなんでかな、ちょっと火に近かったかもしれんね。ということでいただきます。やっと食べれるよ。熱い。ちょっと蒸し直したてだからちょっと熱いね。じゃあまずね、問題児のパオズたちからいきたいと思います。じゃーん、こちらがパオズです。中身こんな感じ。すげえ割りかしいい。めっちゃ顔赤いな。じゃあいただきます。普通絶妙に微妙なんです。なんていうのかな、なんでか知らないけど生地硬いんだよ。生地めちゃくちゃ硬くて、生地もちもちなんだけどちょっと硬い気がして、中に入ってる具材がタケノコとかが多すぎて豚の角煮が全く生かされてない、包まれてない、全然絶品なもんではない。で続いてこちらですね。多分これ中にチーズ入ってると思うんだけど、やってみます。チーズ入ってるわかんない。おそらくこれほんの少しだけチーズが入ってるやつなんだけど、チーズがあるおかげでコクが増して、さっきの野菜肉だけの具材に比べて美味しくて食べやすい。チーズ入れたのよかったな。あとウーシャンフェンめちゃくちゃ入れたおかげで美味しくないなんかウーシャンフェンはほんのちょっとでいい、ほんのり中華が感じられるだけでそれで OK だった。で一応これね、角煮の煮汁入ってるんだけど、これをつけて食べます。いただきます。すっごい味が濃くなった。当たり前やそりゃそうだよね。でもいい、煮汁があるおかげで食べやすくなってる。いやわかった。でこちらね、皆さん気になってたでしょう、角煮まんです。なんとこの角煮まん、角煮が入ってるんです。いただきます。もっとうまい。つまり角煮がうまい角煮は言わずもがなでめちゃくちゃ美味しい。でこちらちょっとね、パオズ単体でいただきたいと思います。なんだろう、市販のやつに比べて粘土感がすごい別に粘土食べたことあるわけではないけど硬いですなんでスーパーとかに売ってる市販の肉まんすごくない？どうやってあんなふわふわにしてんの？意味がわかんないですけど。で一応みんなにマジで見てほしいのがあって、こっち来て、このね、角煮の柔らかさの異次元具合を伝えたい。箸で縦にスッて力入れると真っ二つにできるのよ。すごくない？だからそれぐらい柔らかく出来上がってるんですよ。でこちらに練りがらしを少し乗っける。
角煮とからしの組み合わせ最高ですからね。これをグアバオに挟んでいただきます。からし入れすぎた。でも追加する。美味しい。辛みが加わって最高。めっちゃ鼻にツンってくる。何も入ってない生地に角煮だれを浸すと、これは美味しいでしょ。間違いない。完璧。角煮を浸してうまっ。でみんな一応ちょっと気づいてるかもしれないけど、今回のポーズは失敗です最後にチーズビヨーンでなんとか起死回生の第一歩。これは大成功。よっしゃ。待って、これは来た。チーズ入れたの大成功。飽きた飽きた。味に飽きたなので味に飽きた時のお助けアイテム、ポン酢。どこかの地域では肉まんにポン酢を入れるのが風習らしいです。知らんけど。ちょっとだけポン酢パオズいただきます。ポン酢パオズ好きじゃない。なぜなら私はポン酢がそこまで好きじゃないポン酢に謝れ。ラー油。食べかけ失礼。ラー油入れてみました。ラー油好きだな。パオズよかったよ。スーパーで売ってる商品の方が自分で作ったら反省点多かったな。まず一つね、具材が多い。野菜とかたくさん入れたことによって水分が出てべちゃべちゃしてる。二つ、生地。何が間違えたかは知らないけど硬い三つ、企業努力ってすごい絶対角煮は単体で食べた方が美味しい好きに食べるのが一番だよ。前やった市販で売ってるグアバオで挟んだ角煮まんは死ぬほど美味しかったんだけど、やっぱ自分で作ったらいくつか反省点が出てきたから伸びしろあり。でも生地の味は砂糖入れてるからほんのり甘くて食べやすいです。いや、こぼれちゃった。でもすごくいい感じなんだよね、見た目は。何がいけなかったんだろう。コメントで教えてこういうの専門の人。でも生地作り面白かった。こねて発酵してる時に膨らんでいくのが新感覚。めちゃくちゃ楽しかった。いやでもパン屋さんほんとすごいな。ほんと尊敬する。あんなふわふわでさ、美味しいのが焼けるなんてマジですごいよ。生地自分で作ってみて分かった。ということで初めてのパオズ作り大失敗。ごちそうさまでした。でも美味しかったです。ありがとうございました。皆さんはぜひいいのを作ってねバイバイ。なんでだろう、わかりません。あ、カメラ回ってた